金はほとんど錆びない。ちょっと不思議だと思わない？鉄はすぐに変わるのに、金は変わりにくい。今日はその理由をできるだけシンプルに解き明かそう。まず、錆びるって何だろう。ざっくり言えば、金属が空気中の酸素と反応して別の物質に変わってゆくということ。鉄なら表面がゆっくり赤茶色に変わってゆく。あれが錆び。つまり錆びるのは金属が空気とくっつくから。それに水分や塩分が加わると反応は進みやすくなる。海辺で鉄が早く錆びるのも理由は同じ。潮風には水も塩も含まれてる。反応を早める条件が最初からすべて揃っているということ。じゃあ今回の主役、金はどうだろう。金は少し特別で、そのくっつきが起こりにくい。空気に触れても水に浸しても他の金属のように簡単には姿を変えない。つまり金は酸素や水と反応しにくい性質を持ってる。言い換えるなら、そう、金はむやみに他者と結びつくことを好まない。周囲に流されず、自分のままであり続ける孤高の金属。だからこそ時を超えて輝きを失わない。触れても簡単には変わらない存在ということ。鉄みたいに酸素と積極的に結びつかない。だから金は錆びにくい。ここで大事なのは、金は守られているわけじゃないということ。特別な膜があるわけでも、外からかばわれているわけでもない。何かに守られているのではなく、金そのものが最初から変わることを静かに拒んでいる。環境に左右されず、何にも染まらず、それでも確かな輝きを保ち続ける存在。だからこそ金は永遠という光に最も近い場所にいる。錆びにくい金属は金だけじゃない。例えばアルミニウムも錆びにくい。でも理由が少し違う。アルミニウムは空気に触れた瞬間、表面がすぐに酸素と反応して薄い酸化皮膜をまとう。自分自身を変化させることでそれ以上の侵食を防ぐ。その膜が盾みたいになって内側を守り続けてくれる。つまりアルミニウムは周囲を受け入れることで内側を守り抜く金属。でも金は違う。金は守る必要すらほとんどない。ただそこにあるだけで絶対的な存在。何かをまとって身を守るのではなく、その存在そのものが不変の金属。周りがどれだけ変化しても静かに距離を保ち続ける。その超然とした姿。そこが金のちょっと特別で魅力的なところ。じゃあどうして金はそんなに反応しにくいのか。細かい理屈はいろいろあるけれど、結論だけ言うと、金は原子の性質として安定側にいるから。化学反応って
お互いの電子をやり取りしてより安定な状態を作ろうとする動き。でも金は生まれながらにしてすでに完成されている。無理に誰かと電子を交換する理由がない。つまり変わる必要が最初から存在しない。宇宙の条件が積み重なって生まれた一つの極めて安定した答え。金が持つ永遠っぽさは気分じゃなくて性質そのものなんだね。ただし金が無敵というわけじゃない。金にも溶けてしまう液体がある。有名なのが王水。濃塩酸と濃硝酸という強い酸を組み合わせたもので金さえ溶かす。まさに王の名を冠するにふさわしい強酸。つまり金は絶対に変わらないのではなくて、普通の環境では変わりにくい。圧倒的に安定しているけれど、条件が極端になれば反応は起こりうる。ここは少しだけ丁寧に覚えておきたいところ。そしてこの変わりにくさはロマンだけじゃなくてちゃんと実用にもなる。例えば電子機器。電子信号をやり取りする接点はちょっとでも酸化すると不具合が起きやすい。だから反応しにくい金が選ばれることがある。金は高価。でも壊れてほしくない場所にはそれだけの価値がある。華やかなイメージが強い金だけど、本当の金はむしろ目立たない場所にいる。誰にも気づかれず、黙々とずっと働いてくれている。静かに働き続けるあの姿こそが一番金らしいのかもしれない。金が錆びにくいのは特別に守られているからじゃない。誰かに選ばれたわけでも特別扱いされているわけでもない。最初からそういう性質を持っているから。変わりにくいものには必ず理由がある。偶然ではなく構造や必然として。科学は時々冷静でとても現実的だけど、その中にはふとした瞬間に永遠という概念が顔を出す。派手に語られることもなく、静かに当たり前の法則の中に紛れ込んでいる。永遠という言葉は案外科学の中にそっと隠れているものなのかもしれない。